この車は1998年式なので、今年で25年目に突入します。ということで、今回は25年目の外装の状態、どんだけボロくなっているのか、旧車の現実をお伝えしようと思います。ちなみにこの車は当時グーネットに記載されていたんですけど、その時のグーネットの評価点が外装5点も内装も5点という車だったんですけど、だけど実際に原車を確認したら、結構がっかりしたのを覚えています。まずボンネット、よく綺麗な車ですねって言ってくださる方いるんですけど、パッと見はねこういう風に綺麗に見えます。だけど細かく見ていくと、例えばこういうとこ分かりますかね。タッチペンの跡があったりします。飛び石だと思います。でボンネットの再塗装を見積もりしたことがあるんですけど、その時の見積もりが3万円でした。だけど近くに寄らなかったら、全くわからないんで、もう放置しています。続いて、車の側面の方を見ていきます。リアフェンダーのこの部分にあざみたいなものができています。ちょっと錆ではないとは思うんですけど、原因はわからないです。ちなみにフロントガラスのこのモールは新品に交換しています。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、この辺ですね、この辺にちょっとブツブツが発生しています。あとここの部分ですね、これも見えにくいかもしれない。ここの部分にエクボができています。でこれは買った時になかったんで、おそらく自分が知らない間に誰かがドアパンチしたんだと思われます。車のねこのリアの部分は特に問題はないです。であとこの車は北海道の車なので、ちょっとこの部分ですね、この部分ちょっと色が薄くなって黒っぽくなっています。
ち側も同じような感じです。おそらく、北海道の車なんで雪かきとかで何回も繰り返しやって、色が落ちてきたのかなっていうところですかね。昔泥沼にはまった時にこの車引っ張ってもらったんですけど、それでリアバンパーのこの部分、ここがちょっとへこんでいます。あとはこのドアミラーのところのこのゴムの部分、ここはもうひびが入って割れちゃってます。続いてトランクです。トランクは実はあまり綺麗ではないです。で、このトランクのこの角の部分の奥に錆が発生しています。で、おそらくこれはこのテールランプの、ここの隙間から水が侵入したと思われます。なのでこのテールランプとこれのパッキンを交換したらもう水の侵入はなくて錆びの進行も止まっています。あとは、こういうドアモールの状態ですかね。どうしてもこういうふうに劣化してきます。だけど半年に1回、このような黒樹脂復活剤を使ってやると、綺麗には維持できます。1個ね、すごい重要なことを言い忘れたんですけど、おそらくこの車は、再塗装されていると思います。というのも、こういったところにね、塗装の跡が残ってるんですよね。こんなとこですね。あと他にはボメックスのサイドステップをつけてた時のネジ穴をパテで埋めて、でその時塗装したんですけど、その塗装がちょっと剥げてる感じですかね。ここはタッチペンで、補修しておきます。でエンジンルームは、比較的綺麗な方だとは思っています。で、これですね。これインジェクターのカバーかな。インジェクターのカバー、これをちょっとコン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 って叩いてやると、白い粉がね、ボロボロ落ちてきます。で、自分は、このインジェクターのカバーが綺麗な AE111 は見たことはないです。
あと内装ですね。内装、内装に関しては、こういうエアコンの吹き出し口も綺麗だし、シートも綺麗なんで、特に不満はないです。で、この車を自分自身で自己採点すると、外装が65点で、内装が85点、グーネット式でいうと外装が3点で内装が4点っていう感じですかね。ちなみに、この車の前に持ってた青のレビンは結構状態が良くて、外装が、70点で内装が90点ぐらいので、この車よりは程度は良かったと、思います。結局内装よりも外装の方が圧倒的に重要で、ボディさえしっかりしてれば車って何とでも直せるんで、やっぱり車を買うときは外装を重視したいなと思います。はい、ということでちょっとね方向性がわからん動画になってしまったんですけど、これで終わります。